大丈夫でくれよ、こいつ何言ってんだよっていうの。さあ、それでは続いての、シーン見ていただきたいと思います。続いての VTR はこちらです。たくしょうがねえな。なんだ覚えとけよ。眠いよ。行くぞ。俺たちがダラーズに入った経緯は実にシンプルだった。はい。というわけで、第6話からです。第6話から、ワゴン組で歌を歌っているシーンと、これは中村さんが。僕が選びました。素敵ですね。これ、このコーナー何でしたっけ？お気に入りのお気に入りのシーンですね。僕がお気に入りじゃないんですけど、印象的だったという意味で挙げさせていただきました。そうですね。居残りで歌を歌ったんでね。現場すごかったですね。そうなんですね、これが。もちろんアフレコって絵が完全にできてるわけじゃないですし、何も言われずに、さあどうぞっていきなり言われてですね、何がみたいな。確かに昨日曲を渡されて覚えたけど、何がっていう感じで。で、詩も、今なんか詩ないですかって言われて、ワゴンで考えました。あ、そうなんですね。はい。みんなで考えた作詞なんですね。みんなで考えた上です。取り立ててなんかオペラっぽいものみたいな提案しかなかったんです。ざっくりですね。この歌をなんかここら辺で歌っといてください。ざっくりしてたんだ。へえ。3、はいとかじゃなくて、はい、はい、どうぞ。じゃあ、なんか回ったらやってみてくださいみたいなね。着地点どこみたいな。割とそういうとこあるよね、この作品ね。この作品ちょっとそういう我々に無茶なボールが飛んできてる時あるんで、それに応えて見れたのかなみたいな。なるほど。素晴らしかったですね。素晴らしいね。素敵な歌声でしたね。いや、ありがとうございます。はい、それでは、続いての、VTR 見てみたいと思います。続いての VTR はこちら。でも、どうしてわかったの？だって彼らにマゼンダさんを拉致するように言ったのは僕ですから。それをわざわざ助けるように言ったのも僕です。どういうこと？死のうと思ってたのに拉致なんかされちゃって、ここでビビってる自分は何なんだろうかと思ってちょっと悔しいとか思ったりして、でも抵抗したら死のうとしてた自分を否定することになるから、ここは運命だと思う。なんか喋ってみんな。素直に受け入れようかと思って。なんか喋った方がいい。コメント。ここは見ちゃう。聞きましょうよ。こうしてるから。ここ見ちゃうじゃない？そんな君の顔が見たかったから。いや、それほら、なんか喋った方がいい。全て見透かされちゃって。これどこまで見せるかわかんないけど結構長いんだよ。ここは見ちゃう。長い空気してますね。長いこの時だけ喋りますね、じゃあ。どうして？いやいや、だからここで喋ってくれたらいい。それに対する答えは君にとってとても哲学的に聞こえると思う。おい、これどこまで流すつもりだ？誰で選んだやつこれ。好きってことかな。人間ってものが面白くて興味深くて仕方ないんだよ。喋ってますね。喋ってるね。喋ってる。すごいじゃん。過去重要。まだ終わらない。まだ来た。まだだぞ。優秀な運び屋さん。ゾクゾクするね。ゾクゾクする。あ、俺これ分かった。これな。これ。最後これね。これ。皆さん分かりましたか？今の。最後これ分かった。これは最後のやつは分かった。はい。というわけでこれは第2話からの抜粋。誰だ選んだのこれ。イザヤがリオを追い詰めるシーンでしたね。こちらはですね、花澤さんと。ああ、もうね、やっぱりそうだと思った。すごいね、本当にありがとうね。さっきね、あれさっきまで散々。さっき誰だと思って散々言ってたけど。誰だとか言ってませんでした今。言ってません。言ってません。そうか、花澤香菜全肯定なので。あ、そうか、すみません。すみませんでした。そんな否定することはありえないですから。あ、そっかそっか。そして後半の、はい、一番最後のやつ。俺も。お前か。俺は最後のシーンだけ。あれな。あれのみ書いた。今続けて出たけど、俺はあれだけ書いた。最後のシーンだけ。まあ、小野国に関してはじゃあ後にしよう。後にしましょうね。なんで選んだのかな。そう気になるね。やっぱ一応聞いとくけど。あれですよ。なんかこう、イザヤに責められると、ちょっとキュンキュンきませんか？わかる？わ
なんです。女の子は、ああいうのがいいんです。神谷さん、これいけるぜ。いけるぜ、あんた。そうか。はなんか、メス豚とか言っといた方がいい？そういうことなの？それは飛びすぎてる。飛びすぎか。それは飛びすぎ。加減がわかんないんだよ、俺。加減わかんねえか。台本だもんな、あれな。そうなんだよ。そう難しいね。言うなよ。でもね、彼は本当にね、ろくな人間じゃないですよ。正論です。先日のオンエア見ていただきましたか？だってトランプ燃やしてたやつ。その後いや、あそこが十分もうおかしいなと思まあいます。駒がゴミのようだはいいよ別に。あれはいいよ。ゴミのようだえいやえいやあれやった時スタジオ大爆笑されてさ、何って思ったんだけど、俺真剣だからね、書いてあること言っただけど、なんかもっとアドリブで言ってくれると思いましたよ。メガーとかそう、メガーとか、君は今、王の前にいるのだ。とかなんかさ、言ってくる。3分間待ってやる。待ってやるとか。いい。私も本当の名前を持っていてね、そうそうそう。ロムスカパロールイザヤいざやる。じゃあ知ってるみたいな。というわけで、小野さん一応理由聞いてみようか。小野さんのじゃあ最後のイザヤのマックス出しです。これ DVD をお買い上げになって、オーディオコメンタリーをご覧になった方はわかると思うんですけれども、あそこのシーンのね、とがきが、いざやマックス立ちって書いてあったんですよ。もうこれみんな大フィーバーですよ。マックス立ちマックス立ちっつって。どんな感想になるの？どんななんだって、その時ちょっとね、まだ映画全部は出来上がってなかったんで、ただこう、なんか、いざ立ってるな、みたいな感じだったんですけど、もう俺らの中ではもう、とがき通り行くならね。マックス立ちはなんか、こういうイメージで。いやでもそうだよね。あ、マックス立ちだマックス立ちマックス立ちありがとうございます。マックイス立ちメージだったんですけどね。だってとがきがそうなんだもんね。そう、マックス立ちの意味は違ってた。違ってたね。この辺はまあ DVD 見ていただければ。そうですね、DVD を、は見ていただけると監督が答えてるので、ぜひ見てください。はい。はい、というわけで皆様ありがとうございました。というわけで以上、デュララランキングでした。よっしゃーよっしゃテンション高いですね、皆さん。ーはーって言ってるじゃん。はい、このデュララランキングでは何を朝日が昇るとこだった。そう、そこそこ、正解。すいません。いいですよ。デュララランキングとは、作品にまつわる質問を事前にキャスト陣にアンケートを取りましたので、ランキング形式でその結果を紹介していくというコーナーでございます。なるほど。はい、じゃあ行ってみましょう。最初のお題はこちら。デュラララで一番愛すべきキャラクターは誰だと思いますか？ 1 話から18話までの間。1番って言われると難しいですね。はい。難しい。そう。それでね、アンケート結果はこちら。ほら来た。おー。ほらほほー。ちょっと2位が気になるね。 2位がすごいよね、ちょっと。2位以下がいっぱいいますけど。相当分かれてますね。 2位1人異色だからね、もう。異色だね。何これ漢字3つの人さ。そうね。なんでいるんでしょうね、ここホラさんが。多分皆さんまだホラダをそんなに認識していないんじゃないですか。そうね。そうですかね。認識してますか？知ってます知ってる。ちなみにこのホラダを選んだ方はどなたですか？あ、花澤さんですね。あ、じゃない。あ、そんな好きなんだ。マジでホラさん好きなんだ。私、ホラダさん大人気かと思ってたんですけど。まあ我々的にはね、大好きなんだけど。我々の大好物ですけど。アフレコの時にもう羨望の眼差しにしたからね。そうなんですよ。ホラダさん、本当になんかこう、愛されキャラじゃないですか。そうですね。現場でものすごいよね、やっぱり。ホラダ愛がね。ホラダ愛めちゃくちゃだよね。だってマモちゃん全然関係ないガヤのとこでもホラダさんって言ってるでしょ。ホラさんいいっすか、ホラダさんっつってガヤやってた。ガヤすごい多いよね。ホラさんいいっすかマジでホラさん。ホラダさんっていうワードが一番ガヤで多いからね。今までで一番。みんな言ってるから。正臣人望ねえと思う。ホラさんホラさんつってずっと言ってるからね。あとね、園原あんり2票入ってるんですけど、 1位ですね。2票なんだ。ですね、中村さんのこの選んだ理由がね、あいつまたあれか。ちょっと不純なんです。ちょっと聞いてもらえます？理由は可愛い理由、とこで。おっぱい。また病気出ちゃった。ひどい。いや、ひどい。いやいや、気持ちいいじゃない。それぐらいね、素直な方が。ねえ。もう、何が悪いの？
あいつはなんだ、むっつりなのかななんかな。一番愛すべきキャラクターでしょ？一番愛すべきキャラクター選んお前で。愛すべき部分がもう常に一箇所じゃねえかよ。そうだね。ああ愛すべき部分だね。ああ。ごめんな。お前じゃあ、アン本当にリって書いたのがもうミスだ。アンリって書いたのがミスだ。あおっぱいって書くべきだ。なるほどね。いや、違う違う。おっぱいって書いたのがミスなんです。まあ、いいです。あと、神谷さんがね、ちゃんとアンリを選んでくださってですね、はい愛することに理由はありませんと。そうですよ。愛に理由はないんだよ。紳士。わ紳士だよ。大好きだね。アンリ大好き。アンリ好き。なんでちょっと。絶対俺と変わんねえよ一緒だぜ。だからもう全部が好きなんだよ。あ、そう。全部。もう、全部が好き。最高です。はいでも考えてることは似てる気がしますね。似てる気がしまそんな遠くないと思うよ。今の笑い方ね、似てる気がしましたね。そうですね。はい。では、続いていってみましょう。続いてのお題はこちらです。はい。デュラララのキャラクターに言ってみてほしいセリフはありますか？おお。これ面白いですねじゃあちょっとこれもね、ランキングにしたのでどうぞ。はい。結果は、これちょっと、これちょっと、これ、明らかに中村が書いたと思われるやつだから。何がこれ、セルティのやつお前だろ、絶対。セルティこれちょっと上から順に見ていきましょう。1位はイザヤで、絶対言ってほしい。ごめんなさい、もうしません。と、本当にすみませんでした。どれにさせてください、お願いします。これね、どれにさせてください。お願いしますも中村さんでした。はい、まさに中村さんです。僕二つ書いたんですよ。もうやっぱなんでお前二つ書いてんだよ。絞りきれなくて、やっぱりその視聴者目線になるとですね、イザヤにはこういうもうちょっとね、奴隷根性を見せてほしい。なるほど。根性さすがだよね。